はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。6月後半ももちろん今から見るんですけど、7月8月またこれ星の動きすごく大事な時なんですね。なので7月8月の7月8月9月のですねまとめた動画がありますので、そちらもまたこの後すぐに公開していきます。そしてラブメッセージをお待ちいただいている皆さん本当にありがとうございます。そちらもですね、そのまとめた動画の中でしっかりと見ていますので、楽しみにしててください。では行きます。はい、では一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスキング逆、ペンタクルスの8逆、カップ4逆、フール逆、ペンタクルスの4逆、ワンド10、そして死神逆。気をつけることや対策がペンタクルスの2の逆とカップ3、そしてオラクルはじゃん、カップ10ですなんと素晴らしいまたドラマがありそうな感じがありますけど、まず星の話でね、この6月の後半はとにかく6月15日が新月になります。この新月は双子座で起こるので、ものすごく好奇心が高まったり、特にビジネスにおいて何か動きが出てくる、きっかけが出てくるんじゃないかなと思います。お仕事に限らずなんですけど、ご自身の中でその興味が湧いてくるものや追求していきたいものやここからやっていきたいなと思うそういったものの方向性ができたり、またはもともと決まっている方はそれに対しての勢いが増したり、価値をもっと深めていったりみたいな動きになっていきやすいんですね。でさらに、6月13日以降っていうのはね、金星という社交性とか華やかさとか愛情とかお金とか価値あるものが獅子座に入るということで、大志座さんにとっては家の中とか心の中にその豊かさがあるよっていうようなタイミングになるので、何かとてもホッとするとか大きな気づきはあると思うんです。ただどうですかね、前回の6月前半のタロットリーディングの時に最終カードにエンプレスっていうの女帝のカードが出ていて、その何か豊かさを受け取るんじゃないかっていうのがあったんですけど、それを感じられましたでしょうか。でその感覚っていうのが内側に、自分の内側とか意識の中とか無意識もそうなんですけど、心の中とか家の中とかにあるから、安心して何かができるとか、安心して次のテーマに取り組んでいけるみたいな、そういうのがあるのかなって思ったんですね。そして6月の21日以降はとにかく動きが出てきます。やってみよう、動いてみよう、行ってみよう、話してみようみたいなのもありますし、6月の29日まではね、すいません、29日以降ですね、29日以降はほぼ7月になってしまいますけど、頑張って稼いでいこうとか、自分の価値をもっともっと構築していこうとか、自分が今信じていることをもっと形にしていこうみたいな、そういうその今粘り強くやってきたことに対してその次のフェーズに入っていくっていうのかな、それを形にするだったり、それを見せるだったり、流していくだったりとか、盛り上げていくとか、証明していくとか、そういう形で動きが出てくるなっていう感じがあるんです。なのでちょっとこの6月15日のね新月も合わせてなんですけど、何かやっぱりものすごく今大志田さんの価値観とか感覚っていうものがすごく超えていて、その感覚の中で何かがさらに動き出そうとしてるっていうことなので、普通にベタに読んだらですけど、やっぱりお仕事だったりとかお金のこと、仕事のやり方を変えたり仕事を変えたり収入ってすぐ変わるじゃないですか。そういうのでそれが変わりやすいなって感じはあります。でもお仕事変わらないんだっていう方もですね、ご自身の大事にしてるものっていうものがこんなに誰かの価値になってるんだとか、こんなに役に立ってるんだみたいなことを感じて、もっとそこに自信を持っていくっていうこともあるかもしれません。でこれちょっとただのお試しというかね、ヒントとして意識していただいたらいいかなと思うんですけど、6月の18日前後、18とか19とかそのあたりって大志田さんにとっては心がほかほかしやすい時なんですね。でほかほかしやすいからこそ、その安心してるものが何かあるからこそ、次のテーマだったり何かを手放していったり、
何かに気がつくっていうことが起こるかもなっていう感じがしているので、どんな意識の変化がその6月18日前後にあるかどうかをちょっと意識して体験していただいたらいいかなと思いました。そしてさっき言ったみたいに6月21日以降はとにかく動き出す、流れ出す。で6月のその30日以降っていうのがですね、30日が満月でもありますし、またそこからこう水星が逆行するとか、木星もねこの獅子座に入るということはとてもちょっと大きな切り替え点になるので、これに関しては7月8月の動画の中でしっかり解説していますが、でもそれってお医者さんにとってはとってもいいことなんですよ。心が安定するみたいな感じなのでね。なのでそれがもう本当カードでももうすでに出てるっていう感じなんです。でちょっと入り口がやっぱりペンタクスのキングの逆なので、何かご自身でもう少しもうちょっと収入増やしたいなとか、もう少しこういう状態だったらいいなという自分の理想の形や状況に対しては自分がまだ手が届いていないみたいな感じがあるかもしれませんし、そこまでなんかがむしゃらに頑張るぞみたいなモチベーションもちょっと低い時期もあったのかもしれないし、やっぱりでもすごく毎日コツコツ頑張ってらっしゃるなって感じは出てるんです。ペンタクスの8っていうのはもうコツ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 毎日なんか通勤電車に揺られてとかもそうかもしれないし、毎日ちゃんと自分のために続けてることがあるんだよみたいな、なんかその割には感情が満たされてないぞみたいな感じがあって、でもそういうもんだと思うんです。じゃあこんだけやったからじゃあすごい喜べるのかっていうと、どんだけやっても喜べない時もある。何もしてなくても喜べる時もある。なんかただそれが空気の天気のように季節の巡るようにただこう流れていくだけみたいな感じがあるので、全然そこに翻弄されることなくご自身がこれまでやってきたこと、自分の感覚、自分の価値っていうものをちゃんと握りしめていいぞみたいな、自分いいぞって思っててほしいんですね。でなんですけど、今ここでフールの逆っていうのが出てるので、何か目から鱗みたいな、ご自身がこうだと信じていたけどやっぱりそうだったのかみたいなのとか、何かこう自分の中でこう見えなかったベールが一枚こう開けて視野がすごく明るくなるとか、そういうなんかまっさらなフレッシュな可能性があるっていう感じがします。過去どれだけ苦労してきたとか何十年もやってきたんですだからどうこうではなく、もう過去がどれだけあろうとも今まっさらに自分自身を見て、こっから何か進めていける、ここから何かしていこうとしているっていうような雰囲気の可能性を感じる今回のメッセージです、私はね。なのでこのまっさらな感覚からいくと、これまで大事にしてきたものってもういいのかなみたいな、なんか例えば何かの時のためにって思ってコツ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 貯めてたお金を別にこれ今使ってもいいんじゃないかなみたいなとかね、なんかそういうのもあるかもしれないし、自分は何者だっていう思い、自分はこういう人間だというふうに思い込んでいた思いをもういいやみたいな手放して、本当に今の自分がまっさらに今の自分からやりたい自分になっていくっていうような、なんかそういうねこう変化進化というかが起こってるんじゃないかなって感じがしましたよ、なんとなく。そしてただ言葉で言うのは簡単ですけど、実際それやるのすごく心の葛藤とか現状が変わっていくのってすごく大変ですよね。でもそこに向き合っていくんだなみたいな覚悟を感じたんです。ここでやっぱりワンドの10が出ていて、いろいろ大変かもしれない、自分がもっとこれを頑張らなくちゃいけないとかあれもしなくちゃいけないっていう思いがあるかもしれないんですけど、でもその努力ってさっき言った本当に今ここから自分がやっていきたいことのためのことであれば、本来は苦しいものというよりも楽しいこと、楽しみながら努力をしていけるみたいな感じがあって、だから何かが再生するなって感じなんです。ここでも一回何かがまっさらになっている。そしてこれまで自分は生きてきた時代のなんか雰囲気だったり空気感だったり自分自身の思い込みだったりっていうのが一回やっぱりなくなって再生してるっていうカードが出てるので、そしてさらにオラクルはカップの10なわけです。だからすごく精神的な解放感というか達成感というかすがすがしさみたいなのがあるんですね。なんだかで星で見てもちょうど
喜びとかそういうものが何か自分の意識の中に入ってくる。でさらにこれって実は7月以降も木星が獅子座に入ることによってもっとより強固な自分のこう精神的安定みたいなものにこううちは応援をしてくれてるから、なんかその手前からもう始まってるねみたいな感じがあったんです。でもその精神的解放っていうのがただただああよかったっていうことじゃなくて、何かね何かここまでのものに対する見方が変わったりとか手放していく、そして新しいものに対して努力していく覚悟があるっていうそれがあるから解放なんですよね。まあちょっとすごくベタな例を言いますと、例えば、家族のために何か合わないなという思っていても、これだけのお給料を確保できるんだったらその仕事しなくちゃいけないかと思っていてそれをやってきたけど、なんかやっぱりもうこれ以上は自分に嘘つけないみたいな形で何か転職していく、本当にやりたいことを仕事にするために転職していく。でもお給料が下がっちゃいますみたいな。でも下がるけど新しい分野に飛び込んで自分はそのことを仕事にしていくために経験を積んで勉強していくよみたいな。そしてそこから新しい世界が広がっていく。それってすごい結果的には自分にもだし家族にも恩恵になるようなその解放感というかね、ただ誠実さというかそういうのを感じられるみたいな、そんな感じです。皆さんの状況に合わせて受け取ってくださいね。そしてやっぱりオラクルとして言われているのがここでペンタクルの2とあとカップの3っていうのがあるので、やっぱ一方で人間関係は応援してくれる人がいるんだなって感じがします。もしご自身の中で葛藤があったとしても応援してくれる人間関係があったり、またちょっと経済に関しては出たり入ったりがあるのかなって感じがしますね。これは仕方ないです。特にお医者さんにとってはこの4月の末から天王星という惑星がその自分の価値とかお金というところにすごい刺激を与えてくれるから、何でもそうですけど多少投資しないとお金を稼ぐことはできない、増やすことはできないし、自分が何かエネルギー的にも投資しないと、努力をするとか提供しないと何かは返ってこないみたいな、そういう出たり入ったりみたいなのがやっぱりあります。でここでも最初にもう手放すみたいなそういった感じがあるんですけど、綺麗に換算されてないっていうのかななんか自分が例えば10時間分の労働をしましたからはい10時間分のお金をもらいますみたいな、そういう綺麗な換算ではなく、なんか自分がやったことっていうのはお金では換算できないようなことで、それってどんな風にじゃあ自分に返ってくるかは未知ですみたいな、そんな感じなんですよね。今まだ6月はっていう意味ね。なので今やってることっていうのがなんだかしんどいなとかいつまでこれするんだろうなみたいな気持ちがあったとしても、もしそこにエネルギーをかけてるその自分自身が正しければそれは後になって何倍にもなって帰ってくるみたいな、そんな感じがしました。ちょっと仕事のこと見ていますね。仕事ね、ソードの7、ラバーズ、パワーということで、仕事は普通にやっていけます。でなんかうまくこなしていけるって感じかな。ちょっと自分のやりたい仕事じゃなかったとしてもこなせていけるし、そこでの出会いだったりそこでの関係性においても楽しめるなって感じ。ただやっぱり何か仕事に関して一つお知らせがある気がするんです。何か分かんないです。それは皆さんの状況の中でちょっとこれかなみたいなことを思ってみてください。っていうのがやっぱり今回のこの6月末15日以降のエネルギーっていうのはもうフールの逆位置に死神の逆位置にカップの10というカードも出てるってことは、その何かを切り替えなきゃいけないみたいな感じがあるわけですね。それがここでタワーが出るってことはお仕事においてもやっぱりこれはこういうことだなみたいな、そういうものすごく腑に落ちるような感覚とか、これやっぱ違うってことだなみたいな、なんかそういうのがあると思うんです。現実世界の中でお仕事を通して。なんかそれに気づけたらもう丸儲けっていうかよかったねっていう感じです。はい、ちょっと人間関係見てみますね。
人間関係はまた出ましたね。ペンタクスの2、ソードの5、ペンタクスの7ということで、なんかちょっと人間関係の入れ替えというか、そう新旧交代みたいなことが少しあるのかなって感じがします。ここでやっぱりペンタクスの2が2枚も出てるっていうのは、さっきお金のことで出たり入ったり収支はあるかもねっていうふうに言ったんですけど、関係性においても少し距離ができたり、でもまた関わったりみたいな、例えば物理的な距離が離れるからこそ精神的にぐっと近づくこともあるかもしれないし、なんか精神的にこうなんていうのかな、物理的に近づきすぎて精神的に離れるってこともあるかもしれないし、ただなんか自分にとって必要な人間関係を通しての関わりがあるよっていうふうに言われています。でそのうちの一つが、なんだかもっと仲良くなりたいのか、もっとなんか進めていきたい、例えば契約にしてもそうですけど、やりたいけど少し時間がかかるかもみたいな、ちょっとだけ遅れるかもっていうカードと、あとなんかまるでなくしていく、例えば会社を辞めていく人、離れていく人っていうか卒業していく人に対しての寂しさだったりとか、なんかそういうのもちょっとあるのかなって感じがしましたね。でも全然それは寂しいことではないんですけど、ありますよね、職場でもね。やっぱりわあこの人辞めてほしくないなみたいな人、働き者でテキパキしてていいんだけど、わあそうですかみたいな感じで辞めちゃうみたいな。でもその人の人生を考えたらそれが幸せでよかったので送り出すけれど、残念だなみたいな、そういう感じもあるのかもしれないし、なんか人もだからちょっと入れ替わってる感じがあるんですよね。でもそれが悪いわけじゃないよっていうメッセージです。はい、いかがでしょうか。今回のメッセージ何かヒントになりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。6月前半の大下さん、これかな。はい、どうですかこのカード。皆さんもこの絵柄を見てメッセージ受け取ってみてくださいね。心からの感謝ということで、心から感謝したくなる何かがあるんでしょうね。お金では換算できない何かなのかもしれませんね。はい、ということでありがとうございました。またすぐにまた公開していきます。いい時間をお過ごしください。失礼します。